うわ、ダンゴムシいる。待って。びっくりした。震えたわ。はい、皆さん、こんにちは。車の大自然科学科シュヌピーです。今回ね、やるやつね、これちょっとツイッターでもね、言ったんだけど、こちら、じゃん、ゼロシリーズのゼロウォーターとゼロドロップの比較をちょっとやっていきたいなと思っています。で、僕もね、これは知っているんだけど、正直使ったことありません。で、内容もね、なんとなく分かっている。ゼロドロップの方は撥水で、ゼロウォーターの方は浸水。その程度は分かってるんだけど、使ったことないから、実際ね、自分の目で、どれだけ違いがあるのかっていうのを見てみたいなと思っています。それとね、ちょっといろいろ調べたんだけど、耐久性と金額は変わりません。両方とも変わるのがその撥水性能っていうところで、これね、去年の4月ぐらいにね、リニューアルしてるんだよね。で、それで新しく追加されたのが UV 吸収剤配合っていうのとナノ成分新配合、これがね追加されたみたいで、ナノ成分って何っていうとこなんだけど、ちょっとすごい撥水剤入ってんじゃないのってね思う人ちょっと多いのかな。けどね、ナノ成分って、ナノって大きさの単位でミリのね100万分の1っていう大きさの成分が入っていますよと。なので特別ね、なんかすごいのが入ってますよっていうよりは、すごいちっちゃい成分になりましたよと、そういう感じになります。で、何がいいのかっていうと、その小さいことで隙間をねしっかり埋めてくれる、撥水成分をしっかり隙間まで入ってくれることによって、その耐久性がアップとかそういうところにつながってくるのかな。ちょっとね、ちょっとにわかっぽい感じになっちゃうんだけど、重要なのはね、撥水性能なので、今から実際に外行ってどんな違いがあるのか見ていきたいと思います。それでは早速外へレッツゴー。はい、そしたらね、外にやってきました。こちらボディの方洗車してあって、綺麗な状態で、以前にねやっていた洗車用品もうコーティング全部落としてある状態です。で、このゼロウォーターからねまずやろうかなと思っていて、これ2列目、このパネルにゼロウォーターで、こっち側1列目の方にゼロドロップみたいな感じでちょっと比較していきたいと思います。そしたらね、早速使ってっちゃおう。使い方なんだけど、ゼロドロップもゼロウォーターも一緒、ノーコンパウンドで洗車後にプッシュして引き上げる感じで、水に濡れてても濡れてなくても大丈夫。今回濡れた状態でね、洗車後にやるみたいな感じでちょっと使っていきたいと思います。そしたらまずボディの状態なんだけど、はい、こんな感じで浸水状態、全然水も引いていかない状態になっております。で、洗車も終わっているので、この濡れた状態に約50センチ四方でワンプッシュで乾いたクロスで拭き上げていく。で、これはねクロスが付属されているやつを今回購入してあります。そしたら早速使っていっちゃおうかな。ワンプッシュ、2プッシュしちゃったわ。で、拭き上げていく。ここも乾いたクロスで拭き上げていってます。で、この辺もプッシュして拭き上げる。クロスがいいね、やっぱシュアラスターは拭き上げがすごい楽だわ。 OK。いつも多めにプッシュしちゃうんだよな、もったいないんだけど綺麗になりました。こんな感じ。はい、そしたらね、1列目こっちもねボディの状態はこんな感じで浸水状態になっています。で、1列目はゼロドロップ、施工方法は同じなんだけど、ちゃちゃっと洗車してあるので、ここに水をプッシュして拭き上げてくる。早速施工開始。ゼロドロップは高撥水で、使い方も50センチ四方を目安にワンプッシュで拭き上げていく。ちょっと風飛ばないように、めっちゃ飛んでっけど、ちょっと一気にプッシュして拭き上げていっちゃおう。やっぱクロスいいわ。拭き上げクロスっていうの500円のやつとかね、めっちゃ持ってるもん、10枚ぐらい。何かと使えるシュアラスター拭き上げクロス。 OK、 綺麗になったね。濡れた状態で適当にやっちゃうとシミになるみたいなので、しっかり拭いてください。で、この時にね使うねタオルね、シュアラスターのやつがねベストだと思う。なんでかっていうと、水のねこの拭き筋みたいのがね残りにくい、しっかり吸い取ってくれる。これはすごいなと思います。はい、こんな感じで施工終了になります。じゃあ早速ね、水をかけてどういう違いがあるのか見ていきたいと思います。はい、そしたらね、ちょっと水をかけていきたいんですが、見た目のツヤの部分、これはね両方ともね差はないぐらいピッカピカになっております。ツヤはね十分出ている。じゃあちょっと水をかけてどういう違いがあるのか見ていきます。はい、
ああ、なるほどね。遠い距離だとこんな感じ、小雨とかね。で洗車するとき近い距離でやると、こっち最初ゼロドロップ、でゼロウォーター。で両方一緒にやります。こんな感じの違い。続いて近い距離で見ていきたいと思います。手前がゼロドロップ、こっち側がゼロウォーター、ゼロウォーターゼロドロップ。水引きはね、やっぱ高撥水のゼロドロップの方が早いけど、水の引き方がゼロウォーターの浸水タイプ、僕たちは疎水って言ってるんだけど、こっちの方がなんて言うんだろう、滑らかに引いていくっていうの。水引きはいいね。こうちょっとかければ違うね。ゼロウォーターの方が浸水だから水がねまとまりやすい。こういう小雨とかだとゼロウォーターはこの辺まとまってるけど、ゼロドロップは水がねまとまってない撥水みたいな感じにねしっかりなってます。違いはあるね。はい、近い距離だとこんな感じになります。はい、そしたらね続いてボンネットやりたいと思います。ちょっとね最近比較してて思ったのが、このドアのね垂直だと違いが出るけど、こういうね緩やかな感じのボンネットとかだとどういう違いが出るのかちょっと気になったので、今からね右にゼロウォーター、左にゼロドロップ施工していきたいと思います。で現状なんだけど、水をかけるとこんな感じ、ゆっくりね水が引いていく感じね。コーティング効果は全くありません。じゃあまずゼロウォーターから。はい、使い方はさっきと同じでゼロウォーター終了。はい、そしたら続いてゼロドロップいきます。風があるからね、スプレータイプね、この風があるから鬱陶しいんだよね。何も難しいことはない。ただ吹き上げるだけ。作業的にはねすごい楽。ワックスとかだと、吹き残しだったり隙間にワックスが入って取れないっていうことがあるんだけど、こういう簡易コーティング剤はそういったことがないので非常に楽。濡れた状態でも使える。それはね大きなメリットだと思います。じゃあこんな感じで施工終了しましたので、水をかけて見ていきたいと思います。はい、そしたら水をかけていきます。ゼロウォーターゼロドロップ、ここにあるから分かるよね。いきます。最初遠い距離、小雨みたいな。どう、分かる？ちょっとゼロドロップすげえな。高撥水っていうだけあって違うわ。こういう遠い距離でやった時にこの細かいね水滴分かる？これ映像で。じゃあ次近い距離ね、洗車をした時の近い距離、こっちゼロウォーター。水引きはね圧倒的に早いね、最初に比べて。で水残りも結構少ない。続いてゼロドロップ。ゼロドロップはねやっぱ違うわ。撥水、撥水だって撥水って書いてあったもんね。こう同じところをこうやった時に何て言うんだろう、分かる？これ分かる人には分かると思うんだけど、こっちの方が膜がある状態だけど、こっちはねもう弾くって何？弾くね。分かる？このかけた瞬間っていうの、もうこっちはもうすぐになくなっちゃう。撥水ってねこういうこの水がねバッて一気に弾くやつ撥水っていうんだけど、しっかり高撥水な感じを保ってくれてますね。に比べてゼロウォーターの方は浸水状態から引いていく、疎水的な感じで、この水残りが圧倒的に少ないっていうのが特徴だね。はい、そしたらね次近い距離でちょっと一個一個見ていきたいなと思います。まずゼロウォーターから近い距離で当てる。で水を止める。そうするとこういう風に浸水状態から一気に水が引いていく。でこれはね僕たちは疎水って呼んでるんだけど、メリットはこの水残りのなさ。わかる？全然残ってないの、水滴が。これね吹き上げがもう全くいらなくなるので、炎天下の中に洗車やった時のイオンデポジットもできにくい、そういうメリットがあります。そしたら続いてちょっと小雨みたいなね、はいこんな感じ。ちょっとね見栄えは良くないかな。で細かい水だとこういう風にどうしてもね撥水みたいな感じで残っちゃう、水滴は。
でこの水滴のね形はねちょっといびつ綺麗な形ではない、それがまあ特徴かな。はい、そしたら続いてゼロドロップの方いきたいと思います。近い距離でまずお水かける。わかるかな。高撥水だから一つのねまとまり浸水状態になって水が引いていくっていうよりは、これ早い段階でね分裂していく、これがまあ撥水の特徴。まとまりにねなってくれないっていう、その代わりすごい弾いてるけど、まあ、こういう風にね水滴が残りやすい、分裂しちゃうから。これが浸水疎水だと一つの塊になってブワーッと一気に引いていくから、水滴がねこのボディに残りづらいっていうのがあります。撥水はどうしても残っちゃう。続いてちょっと遠い距離でやってみると、こういうね細かい水滴がいっぱい残る、これが撥水の特徴で、さっきの浸水ゼロウォーターに比べると数はすごいある。でこの丸の形が綺麗なんだよね。浸水と比べて綺麗な丸をしていて細かい水滴なので、風が吹いた時に飛んでいきやすい。なので走行してる時はこの撥水の方が効果的、今日洗車する時は浸水の方が効果的、そんな感じになります。はい、といった感じでね検証の方以上になります。で今回はねゼロウォーターとゼロドロップ使ってみたんだけど、まあ、個人的にね、どういう違いがあるのか、自分の目で確かめてみたいっていうのがあったので今回検証してみました。で金額と耐久性使い方、ほぼほぼもう全部一緒で、違うのは性能、撥水性能、撥水なのか、このゼロウォーターは浸水って呼んでんだけど疎水みたいな感じなのか。で今回見た感じ、ゼロウォーター疎水、ゼロドロップは撥水、実際ねこのホームページに書かれているのと同じ効果が出たんですが、これはねもうほんと好み。さっき言ったみたいにゼロウォーターの方の疎水系は洗車にすごい向いてるし、ゼロドロップの方は走行時の雨にすごい向いている。だったらあと見た目もね撥水の方が綺麗な丸でもう気持ちいいんだよね、洗車してても。ゼロウォーターの方は水滴がいびつ。いや近い距離で水をかけると水滴が一切なくなるので、両方とも特徴がある。もうほんと好みによって使い分けてもらいたいなと思います。でね他にもこういったね似たような商品いっぱいあるのでどんどん紹介していきたいのと、あとこういう簡易コーティング剤はさっき言ったみたいにワックス残りがなかったり、洗車してる途中っていうか洗車終わった後にすぐコーティングをかけられるっていうメリットがあるので、もしよかったら購入してみてください。はい、今回はこんな感じで以上になります。それではまた来週。